こんにちは、トバログです。今日はこのトバログの作業部屋のルームツアーをしていきたいと思います。はい。前回ね、トバログのこのルームツアーをしたのが多分2年前とかで、この部屋にね、まだ引っ越してくる前だったんですよね。で、割と持ち物とか、その機材とかもかなりね、アップデートされている感じがあるので、今回はこの動画を撮っていこうと思っています。まだね、改良したいところたくさんあるんで、暫定的ではあるんですけども、2023年幸先のいいスタート的な感じでね、トバログのこの部屋紹介していければなと思います。それでは行ってみましょう。はい、現時点のね、トバログの作業部屋はこんな感じです。割とね、床も壁も白を基調としてはいるんですけども、ところどころにね、ちょっとカラフル系なアイテムを置いて、殺風景になりすぎずに、だけど白を基調とした部屋っていう感じで作っています。この部屋自体は、8畳から9畳ぐらいの正方形の部屋で、建物自体ね、実際トバログの家兼事務所的な感じで使ってるんですけども、で、そこにね、家族3人で暮らしていて、1階部分がトバログ専用の事務所っていう感じですね。この部屋に関しては、前の部屋もそうなんですけども、ヨーロッパ系のね、人のデザイナーとかイラストレーターとか、そういう人たちの部屋をピンタレストでバーっていろいろね、見まくったり、雑誌で見まくったりして、こういう要素を取り入れたら彼らに近づけるんじゃないかっていう色とか、そういうね、雰囲気みたいなのを取り入れて構築している部屋ですね。誰を参考にしたっていうのは特別ないんですけども、こういうのあったらそれっぽくなるなっていうのを、いろいろね、調べた結果、本を読んだりした結果、この部屋に行き着いたっていう感じですね。もともとはね、この部屋の床は茶色系だったんですけども、今回ね、通りのなんかクッションフロアというか、本当に店舗用のこういうね、ビニールシートみたいなのを貼って、床をね、真っ白というよりかはライトグレー調に仕上げています。元々のフローリングも割といい感じだったんで、そのままにしておこうかなとも思ったんですけども、周りのね、この家具との調和とか、あと白くてミニマルな雰囲気を出したいっていう風になった時にね、やっぱり床はちょっと色がライトグレーとか白系の方がおしゃれだなっていうところでこの色にしてます。この辺の色選びのシミュレーションはブレンダーを使っていて、ブレンダー上でね、この部屋自体を色を変えたらどういう風になるんだろうっていうのを考えながら一応ね、この色にしています。僕の場合結構ね、重めのこういうね、カメラ機材とかを床にバチンって落としちゃったりもするので、そのままのフローリングとかだと割とね、フローリングに傷がつきやすかったんですよね。なので、その傷を防止するためにも一応こういうね、フロアを敷いて、ガジェットも、床も守るっていう意味でやっております。素材感はこんな感じですね。ザラザラとしてるビニールシートで、セメントタイプのやつよりもちょっとね、高級感というか、業務用感が出るので、事務所的な用途にはかっこいいかなと思っています。ただこんな感じで汚れやすさはありますね。ちょっとね、長くなっちゃったんですけど、部屋自体はこんな感じです。じゃあ早速デスク周りから紹介していきます。はい、トバログのね、普段の作業デスクはこんな感じです。前まではね、2つのデスクを撮影用と、このね、作業用で分けていたんですけども、最近ね、ちょっと VR とかに凝ってまして、できるだけ部屋を広く使いたいという理由から、1枚だけのデスクにしています。撮影と作業でデスク分けた方が本当にね、効率は上がるんですけども、広さ確保のためって感じですね。デスクはね、プレダクツっていうメーカーと、トバログがコラボレーションをして作ったライトグレーとホワイトのね、ミニマルっていうか、色がね、ミニマルなデスクっていう感じです。このね、天板の色とか組み合わせとかトバログが選んでるんですけど、反射が少ないライトグレーの天板を採用してるんですね。真っ白だとちょっと安っぽくなったり、ギラついて撮影しづらかったりっていうのがあるんですが、このライトグレーにしたことによって、ここでね、動画をこう撮影するときも反射が少なくね、こういうものが引き立つ感じで、結構ね、サラサラと気持ちよく使えます。あと傷もね、目立ちにくいっていうところが結構このデスクいいところですね。こんな感じでウィーンってなって、高さをね、かなり柔軟に120センチの高さまで変えることができる、スタンディングデスクですね。トバログの身長だとだいたい115センチぐらいまで高さを上げて、こんな感じでね、立って使う時もあれば、座って使う時もあるっていう感じですね。正直なところ、座って使うのが大半なんですけど、たまにね、
腰が痛い時にこうやって立って作業をしたりとか、あとVR って結構ね、立ちながらこうやって使うことが多いんですけど、VR をしながらパソコン作業もするみたいな、こういうね、相互の行き来をやり取りする時にかなりね、スタンディングがあると便利かなという感じです。このデスクの裏側を見ると結構ね、特徴というか機能性盛りだくさんなんですけど、まずね、こんな感じでレールが備わっていて、そのレールの部分に自由にね、こういう引き出しみたいなのとかトレイのモジュールとかを組み合わせてこの中に入れることができるんですね。ちょっとね、お見せするの難しいんですけど、この中にはね、こんな感じで電源タップとか、こういうね、ケーブル類が収納されていて、スピーカーとか、そういうね、細かいドックとかの固定ができているって感じです。で、ここにはね、トレイのモジュールが備わっていて、iPad とか、MacBook とか、そういうのがね、この下に収納されてますね。で、こっち側のトレイには、大きめのね、プロジェクトペーパーっていう A3 のノートとか、B5 か、これ B4 だ。B4 のノートとか、最近はね、あんま使ってないんですけど、こういうモバイルモニター的なのをね、予備として入れている感じです。この中に。で、このデスクの天板の下にはなんとね、デスクトップ PC が固定されています。デスクトップ PC ってパワフルで、本当にね、自宅作業する分には最高なんですけど、地面にね、置きっぱなしにしておくと、このね、電動昇降した時に結構大変なんですよね。で、しかもね、このサイズのデスクトップ PC を天板の上に置いとくと、それこそね、撮影するのも難しいので、結構悩んでたんですが、今回ね、このプレダックスのデスクとコラボした時に、こういうモジュールが欲しいっていうのをね、めちゃくちゃ押した結果出来上がって、今でもね、1年以上このまま吊り下げた状態で使えています。多分ね、PC の重さ自体は20キロとか30キロ近くあると思うんですけど、全然問題なく支えてくれてますね。今こんな感じでぐるぐると中の排熱が回ってるんですけど、中身はね、結構スペック高くてですね、3D とかかなり重たい作業をやるために、スレッドリッパーの 3970X っていう CPU と、あと手前にね、新しいのも出ちゃったんですけど、 NVIDIA の RTX3090 っていうね、当時一番強かった GPU を搭載しています。Windows だとスペックを選べる幅がね、めちゃくちゃ広くてですね、せっかく結構重たい作業をするし、長く使いたいからっていうところで、当時ね、100万円分ぐらいのパーツを買って組んだところですね。それで1年ぐらい経ってるんですけど、めちゃくちゃ快適です。続いてデスクチェアなんですけど、今ね、僕が使ってみているのは、これこの間タイアップ動画でも出したばっかなんですけど、エルゴリズムプロっていう、ケースフィニットっていうね、ケースメーカーが出している椅子です。ワークチェア。これ自体はね、今貸し出ししてもらって使ってる感じなんですが、こんな感じで後ろのフレームも真っ白だし、このね、メッシュ部分もグレーで結構ね、トバログのワーク環境にはね、かなりマッチしてくれる椅子って感じですね。これはね、スイスの家具メーカーのビトラっていうところが出している04っていう椅子なんですけど、めちゃくちゃこのミニマルでスタイリッシュな感じがトバログの部屋にすげえ合うなっていうところで、オフィスバスターズを見てたところ、定価ね、14万円ぐらいするんですが、これ1万8000円とかだったかな。めちゃくちゃ安く購入できるタイミングだったので、勢い余ってね、これを YouTube 撮影用の椅子として購入した感じですね。YouTube 撮影するときはあんまりね、背もたれとかががっつり見えちゃうと結構ね、部屋が狭く見えちゃうので、割とね、この椅子を使ってるんですけども、この椅子見た目の通り結構硬めなので、座り心地がすごいいいわけではないんですよね。こんな感じで。ズボンは開いてるわ。座り心地がめっちゃいいわけではないので、長時間ね、作業するときはやっぱりこういうね、ランバーサポートとか、こういう背もたれとかがきちんとある系の椅子の方が座りやすいかなっていうところです。デスク上はこんな感じで、基本的にほとんどの作業、1日10時間とか12時間ぐらいはここに座って何かしらしてる感じです。趣味も仕事も大体 PC でできるものなので、基本的に本当にね、大体ここにいますね。ディスプレイに関しては32型の 4K のものを使っています。で、この間もね、ちょっと動画で紹介したばっかなんですけど、これ見てください。背面がね、真っ白いんですよ。背面が真っ白で、しかもね、モニターアームも一体型でクランプ式でね、めちゃくちゃミニマルに佇まいがいいディスプレイを使っています。もともとずっとね、32型 4K っていうのは愛用していて、このディスプレイ1枚でね、画面分割して作業も使えるし、
あとはまあこんな感じで動画編集もね、かなり広い領域で使うことができます。大きい画面で使えるんで、こういうね、画面分割しながらシェーダーをいじるみたいなのもすごいしやすい感じですね。僕の場合作業に関しては基本的にこの32型 4K1 枚で行っていて、どうしてもねディスプレイが欲しいっていう時は最近ほぼ活用してないんですけど、こういうねコンパクトなディスプレイをこの辺に置いたりこの辺に置いたりして使っています。で、あと冒頭でねちょっと VR にハマってる話をしたんですが、こういうね VR ゴーグル、これ遊ぶだけじゃなくて作業空間もねこの中に構築できるんですよ。ちょっとね今お見せすることは難しいんですが、こうやって被るとここにねディスプレイが 3,4 枚ボンボンボンって出して作業したりっていうのがねできるんですよね。本当に動画編集とかリアルタイムにねサクサクスピードが重要みたいな作業は若干難しいんですけど、テキスト記事を書いたり情報収集資料集めをするみたいな用途だったらかなりねこの VR 空間の画面でも十分いけるので、物理的なディスプレイは、見た目のスッキリさから考えてもこれ1枚っていう感じです。はい、続いて聞かれることの多いキーボード周りですね。キーボード周りは結構こだわりがあって、メインキーボードにこのコンパクトな HHKB の雪モデルっていうのを真ん中に置いています。で、その左側に点キーを置いて、その右側に今はねトラックボールを置いて、この布陣で使っているっていう感じですね。で、結構ねこだわりがたくさんあるので、これは別動画で紹介してるんで詳しく見てほしいんですけど、ざっくりね紹介しておきます。HHKB に関してはもう言わずと知れたという感じだと思うんですが、かなりね打鍵感が心地よくて、脳みそで考えるよりも先にね文字が打てるっていう感覚が自分の中にはあるので、ずっとねこれを愛用してますね。例えばねスポーツ選手とかでも手に馴染んだグローブとか、あとフィギュアスケートだったらシューズとか、そういうのをねずっと使うと思うんですけど、基本的には使い慣れたものを使う方がストレスないっていう考え方ですね。で、コンパクトキーボードを使う理由としてはやっぱりねトラックボールとかこういうね左手デバイスに対して割と行き来がしやすいからですね。テキストワークだと下にトラックパッドを置いた方が使いやすかったりするんですけど、結構ねカーソル移動とかこういうショートカットをすごい使うようなクリエイティブ作業だとこの感じがいいかなと思います。割とクリエイティブな作業するようになってからほとんどの作業はこのねトラックボールで行ってます。トラックボールだと体をねこうやって動かさなくていいから肩のこの辺の負担が減る気がするんですよね。で、結構ここね腱鞘炎になり気味だったんですけど、トラックボールにしてからかなり落ち着いたので、そういうカーソル移動がすごい多い作業だとトラックボールおすすめですね。点キーに関してはリアルフォースのこのねキーボードと同じ打鍵感のものを使っていて、ここに 3DCG だったら視点切り替えのショートカットを割り当てたりとか、動画編集だったらカットとか、先に進むとか2倍速再生とか、そういうねショートカットを割り当てて使っています。キーボードをね1個にして使うっていうのもいいんですけど、かな入力をしながら、ショートカットを打つっていうのがね難しいので、かな入力じゃなくて直接入力ができる点キーにショートカットを割り当ててる感じですね。それをすることによって日本語入力しながらでもショートカットが打てるようになります。で、こういうね高さのあるキーボードを使う時にはやっぱりねリストレストは結構必須ということで、このケンジントンの柔らかいでもなんか白くてミニマルな風合いのリストレストを使っています。3000円ぐらいで Amazon で購入できますね。で、この辺を見ていくと、これはね一応動画で音声とかも聞いたりするので、マイクロモニターっていうモニタースピーカーを置いています。こういう系の卓上スピーカーって結構ね圧迫感が重めのものが多かったりするんですけど、このスピーカーの場合結構ねその名の通り軽量コンパクトだし、筐体もね真っ白い感じなので圧迫感が少ないんですね。なので部屋の統一感とかもかなり上がるのでこれを使っています。この辺のね細かい雑貨ガジェットはこれ完全にインテリア的に置いてるものなんですけども、こんな感じでゲームボーイアドバンスとかゲームボーイのカセットを差し込んで普通にねゲームとしてこうやって遊ぶことができる、いわゆるゲームボーイ互換機ですね。これ作業には関係ないんですけど、ふとした時にねちょっと遊ぶのにもちょうどいいし、見た目もすごいいいからインテリアとしてあとこの筒は無印良品で購入したアルミの筒なんですけど、僕はね筆箱代わりに使っています。というかペン立てですね。
こういう感じで Apple Pencil とか、ボールペンとか、そういうデスクの上に置いとくと結構目立つけど、こうやってね、収納しておけばかなりスッキリして見えるというところで愛用してます。はい。はい。で、このタブレット的なアイテムなんですけど、これもね、前から動画で紹介してるんですが、電子ノートですね。こうやってね、ずっとメモの状態で開いておいても、あーとか言って、こう、掃除みたいな感じで、適当にね、こうやってタスクを管理するっていう目的で使いやすいので、ずっとね、ここに置きっぱなしにしてます。もともとはね、無印良品とか、あとちょっとしたノートでタスク管理してたんですけど、電子ノートの方がね、いろいろ使い勝手もいいし、紙破り捨てなくてもいいしっていうので、これを愛用するようになりました。ちなみにスタイラスペンはラミーのサファリのスタイラスペンを使っています。これも真っ白でお気に入り。デスク上にはね、ライトが2つあるんですけども、1つはね、このベンキューのアイケアっていう、これ昔 PR 記事とかで書いた時にね、もらったやつなんですけど、デザイン的にかなりいいし、この質感、これ金属っぽいんですが、金属を採用しているので、かなりね、ミニマルで質感も良くて気に入って使っています。自動調光なので、外の明るさに合わせてね、明るさ暗くしたり明るくしたりできるのと、あとタブレットを使う時と、本を読む時で色温度をね、だいぶ変えることができるので、その点も結構いいですね。こんな感じで。で、ちょいちょいね、画面端に見え隠れしている、これはパンテラポータブルっていう、デンマークのね、家具メーカーというか、照明メーカーのルイス・ポールセンっていうところが出している照明ですね。この感じだとミニマルで色が統一されてるんですけど、これが入ることによって、一気にちょっとデザインチックというか、かなりね、おしゃれな風合いになるので、これもね、重宝しています。基本的にはね、インテリア的な感じなんですけど、部屋をね、夜とか作業するとき真っ暗にしてこんな感じで手元だけを照らして、作業することができます。デスクの下も一応紹介しておくと、これね最近購入したんですが、パナソニックの足元ヒーターをこんな感じで折り曲げてここに差し込んで使っています。結構ねこれ窓際に向けて作業してるんで、冬とかだとかなり足元冷えるんですよね。特に都内とかだと冷気がねガンガンもう外から入ってくるので、その風をねこれで完全に遮断しつつ、さらにこれ自体も温まることで結構ねここに熱気がこもって若干こたつ的な雰囲気で使うことができます。本当はねこの足元の下まで温めるっていうヒーターもいろいろ売ってるんですけど、一応安心を買うっていう意味でパナソニックのものを購入して今は使っています。かなりポカポカあったかいです。朝方とかどうしても寒い時はこのねモンベルのふわふわモコモコで足首まで温めてくれるこのねスリッパというか、本当はテントの中で使うらしいんですが、そういうスリッパを使っています。でこれはねカメラの防湿庫ですね。めちゃくちゃ雑に入れてるんですが、こんな感じで各種カメラのレンズとかをガバッと収納していて、いつもね外で写真を撮る時用のライカのカメラとかもこの中にガバッと入っている感じです。こういうリビングっていうメーカーが真っ白いこの防湿庫を出してくれているので、真っ白で揃えたい僕的にはこれ一択だっていうところでこの防湿庫を使ってます。その上にはねモバイル用のゲーミング PC ですね、エイリアンウェア X12R2 っていうのを置いています。部屋の中ではほぼ使わないんですけど、これもねデスクトップ級並みのスペックがあるので、出張行った時とか外でね重たい作業する時はこれを使いますね。動画編集用機材ね気になる人あんまりいないと思うんでサクッと紹介するんですが、基本的にはこのマンフロットっていうポール突っ張り棒、業務用のね突っ張り棒をこの上から固定して下までねグイッと固定してる感じです。ここに全ての撮影機材が備わっています。いつもはねここに今動画を撮っている α7-4 っていうカメラをここにガシッと固定して、こんな感じのよく見るトバログの画角で動画を撮っています。ちなみにこの α7-4 を置くところの下にはですねこんな感じでモニターが2台並んでいて、動画はこのモニターで収録しています。こんな感じで見やすいっていうのが一つと、あと SSD にね収録できるので20時間とか撮ってても、ずっとね連続で録画しっぱなしができるんですよね。それがめちゃくちゃ便利で、しかも SSD なのでそのまま PC に挿せばねデータを移さず使えるっていうのが最高です。でこの先にズン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 っていろいろなケーブルが伸びていてちょっと眩しいんですが、
このね、ファルコンアイズっていう照明でデスクとか僕の顔を照らしながら、もう一つのね、カメラでこの俯瞰映像というか、トバログの手元の映像を撮っています。FX3 っていうカメラを使っていて、その先中にね、28-200っていう手元のどこまでも撮れるようなこういうねレンズを装着してますね。でその先っちょにちょっとしたグリップみたいなのをつけていて、これがグイーンと伸びてこのトバログの口元だけを拾うマイクに向かっています。ショットガンマイクはね上から撮った方がかなり音が綺麗に入りやすいらしいので、ここら辺に座ってその声をガスッと取るわけですね。これによって外の音があんまり入らなくなるのでおすすめです。ただやっぱりこの辺の撮影機材って無骨さがめちゃくちゃ出てくるんで、ミニマルとは対極にある感じがありますよね。詳しく知りたい人は結構ね前にも動画で撮っているのでチェックしてみてください。はい、続いて動画撮影をする時の背景エリアですね。背景に関しては意外とカラフルなものが多くて、結構ね、発色がいい感じになっています。一個ずつ紹介しますか。まずね、ここに鎮座しているのは、これバング&オルフセンの大型 Bluetooth スピーカー BioPlay A9 ですね。もともとね、バング&オルフセンのアイテムのデザインめちゃくちゃ好きで、これもね、いつか欲しいなと思ってたんですよ。これ40万円ぐらい今だとすると思うんですけど、なんとね、木更津のコストコで13万円で購入することができて、半額以下で買えるのかっていう驚きのままね、そのままこれを逃したらもう買うことはできないだろうということで購入したものです。音に関してはこれ1個でね、本当に部屋全体を包み込んでくれる感覚があるので、かなりね、いいです。ただこの部屋にしてはこのスピーカー大きすぎる感じがあるので、将来的にね、別荘を持ったりとか戸建てを建てたりとか、そういうシーンで役に立つかなというか、そういうシーンで進化を発揮してくれるかなっていう感覚があります。はい、続いてはブックタワーですね。ブックタワーはハーマンミラーのもので、真っ白ですごいね、使い勝手が良さそうなものを見つけたので購入しています。もともとなんかね、ドイツにエアビー行った時にエアビーの先のミニマリストがねこれを使っていて、これっていうかブックタワーを使っていて、それでいつかね自分の部屋にも導入してみたいななんて思ってたんですが、今回ねハーマンミラーのショップでこれを見つけて、うわこれだと思って一目惚れしたアイテムですね。でこの色別に載せてる本はもともとね僕が持っていた本で、本棚の中からね色別にかき集めたっていう感じで、新しく購入したっていうよりかは前から持ってた本たちですね。本当にねいろいろな本をここに載せて使っています。時々ねこうやって引っ張り出してなんか参考にしたりとか動画で使ったりしてる感じですね。これはね前にもトバログオフィスツアーもさせてもらったんですけど、アトモフウィンドウって言って、いわゆるどこでも窓ですね。こんな感じでパッて動かすといくつかのねこういうシーンというか、いろいろ世界中いろんな場所の景色、本当にねあんまり飾らないようななんかね適当な景色みたいなのが見える点が逆にリアルで、こういうね面白い景色とかを出してリラックスしてる感じですね。3つね本当は並べて使ったらめちゃくちゃいいなとは思うんですけど、結構ね3つ並べて使ってる YouTuber の人も増えてきたところなので、そことね背景結構かぶっちゃうなっていうのもあって、トバログ的には今は1枚でいいかなっていう感じがしています。この棚に関しては前のルームツアーでも紹介したものなんですけども、 IKEA で購入したニッケビーという、1970年代っぽいような雰囲気の、チェストを今ここに置いています。結構ねトバログ本当に真っ白で殺風景な感じだったんで、差し色入れたいなっていうので購入したんですけど、最近はね結構カラフルな持ち物もたくさん増えてきたので、インパクトは前ほど大きくないかもしれないですね。基本的にはねめちゃくちゃ雑に持ち物入れてます。こんな感じでもうケーブルだったらケーブル全部みたいなのとか、ここには真っ黒いねポーチ類とかを収納してたり、細かいねガジェットの周辺機器を入れたりしてるって感じですね。IKEA ってね時々こういう発色のいいでかい家具とかが置いてあって、どういう風に合わせればいいんだろうっていうのはね結構皆さん迷いどころかもしれないんですが、基本的に部屋を1色なり2色なりぐらいで統一しておいて、そこにね1個ドカンと置いてあるとすごい映える感じになるので、そういう使い方が個人的にはお
すすめですね。で、その上には最近はね、全然使ってないんですけど、オキュラスクエスト2っていう、今メタクエスト2って名前になっちゃったんですが、VR デバイスを置いておいて、これ置くだけで充電できるスタンド使ってないんで、今充電接続してないんですけど、それを置いています。あとは YouTube が10万人に到達した時にもらった盾ですね。10万人に行くまでは結構ね、YouTube 頑張ってたんですけど、10万人到達してからね、目標達成した感じがあるので、今はね、こういうルームツアーとかカバンの中身とか、週1ぐらいの頑張りすぎないペースで今動画アップしてるっていうところです。このエリアはね、何にもないスペースなんで椅子とかを置いています。普段はね、ドクターエアのマッサージシートを置いて、マッサージチェア代わりに使ったりもしています。こっちのエリアはトバログではね、見せることがほとんどない、雑然としたエリアっていう感じです。別に何を置いてるってわけじゃないんですけど、カメラ機材とか、あとこっち側はね、ライティングですね。部屋の端っこをこう、照らすためのライティングがあったり、あと監視カメラ的なのをこの壁に装着していたりします。この棚の一番上は家族の写真とか、あと自分で撮ったオーストラリアの写真を額に入れて飾ったりとか、こういうね、知り合いのアーティストさんが描いたイラストとかを飾ってる感じですね。前の家だと本当に壁沿いの棚の上にね、置いてたようなこういう使ってないガジェット類とかもこの上に今はただ放置している感じですね。この辺ちょっとね、なんとかしていきたいんですけど、今は雑然としています。本棚もね、前まで3つあったんですけど、1個壊れちゃったんで、今はね、2つで運用してます。それでね、本を結構手放しちゃって、今までカテゴリー別に綺麗に並べてたんですが、今はね、結構雑然としてますね。こういう海外の本が置いてあるコーナーとか、いつか建てたいなと思ってやまない小さな平屋のね、おしゃれなものがたくさん載ってる本だったり、あとはざっくりこの辺はね、勉強系ですね。ブレンダーとかデザインとかいろいろ参考にするあたりで、目線を下げて2段目のあたりは北欧のね、家具とか照明とか、あと雑誌とか、結構ね、インスピレーションを受ける系の本が2段目にあります。ちょっと前にも紹介したワイチェアの秘密みたいな本とか、あと結構家具とかも最近調べていたので、こういうね、デンマーク家具のデザイン誌みたいな、そういうのとかがここにはたくさんあります。で、一番下と真ん中の段にはこれ書類とかをバーって分けて入れている無印のね、ファイルケースがあります。これめちゃくちゃハマり良くないですか？何が入っているのかっていうと、税金とか法人関係とか、保証書とか、そういうのをジャンル別に収納してる感じですね。本当にパソコンの中のフォルダー的な使い方をしています。はい、というわけでトバログの作業部屋ルームツアー2023を紹介してみました。まだまだね、引っ越して1年ぐらい経つんですけど、ここ直したいなっていうところはね、結構たくさんあるので、またね、そういうのが直ってきたタイミングでルームツアーとかできたら嬉しいなと思います。あとね、結構リビングとかも割と作り込んでいたりするので、そのうちね、そのリビングとか作業部屋以外の部屋についてもね、ルームツアーとかしていきたいなっていう感じはありますね。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。気に入っていただけた方はぜひいいねボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。